これが事件の真実だ。事件の発端は2日前、モノクマが追加の動機を発表した時だ。ここで追加された殺し合いのタイムリミットが結果的に犯行の引き金となってしまったんだ。それを聞いて団結してモノクマと戦おうとする人たちもいれば、それぞれの考えで独自に動く人たちもいた。僕も首謀者を見つける作戦を思いついて、ある人に協力してもらうことになったんだけど、まさかその人が犯人になってしまうなんて、その時の僕は考えもしなかったんだ。僕と犯人は首謀者の正体をつかむために図書室に隠しカメラを仕掛けることにした。図書室には隠された扉があって、そこを何者かが出入りしている形跡があったから、タイムリミットになればモノクマを出動させるために首謀者がここを訪れるはずだと考えたんだ。そして翌日、僕らは罠に使うカメラを入間さんに改造してもらうため、必要な材料を揃えに倉庫へと向かったんだ。僕らが必要だったのは使い捨てカメラと防犯センサーだ。それさえ手に入れればいいはずだったんだけど、でもここで犯人は見つけてしまったんだ。殺人に利用できる凶器をね。そう、砲丸の弾だよ。犯人はカメラをリュックに入れながら、同時に凶器の砲丸もしまっていたんだ。そして事件当日、殺し合いのタイムリミットの日、入間さんが改造してくれたカメラを受け取った後、僕と犯人は図書室を訪れた。そしてすぐに僕らはカメラを仕掛ける場所の検討を始めた。だけど犯人の殺人ギミックの準備はすでにこの時から始まっていたんだ。通気口の蓋を外して通気ダクトの中に立てかけておき、本棚の上にある大量の本を整理するふりをして移動させていった。そして最後の本棚では百科事典を開いたまま本棚の上に置いた。一見何気ない行動に見えていたけど、犯人はこの時凶器の通り道を作っていたんだ。さらに犯人は防犯ブザーと連動した改造カメラにも細工を行っていた。他のカメラは僕が仕掛けたけど、そのカメラだけは犯人が仕掛けていたせいで、僕は気がつくことができなかったんだ。犯人がカメラをガムテープでがっちりと固定し、フラッシュ機能をオンにしていたことに。こうして図書室に罠を仕掛け終えた後、僕と犯人は1階にある階段横の教室に移動して、そこから地下に降りる人を見張りつつ防犯ブザーが鳴るのを待ったんだ。見張りの途中で僕らは
桃太くんをはじめとした7人が地下に降りていくのを見かけた。その中には天海くん、今回の被害者の姿もあった。桃太くんたちがゲームルームに入っていくのを確認した後、僕が教室に戻った時だった。タイムリミットが残り1時間であることが告げられ、直後僕が持っていた防犯ブザーの受信機が鳴ったんだ。僕は首謀者が隠し扉に来たんだと思ってすぐに教室を飛び出して図書室へと向かった。その時の僕は焦っていた。一緒に行動していた犯人を置いていってしまうほどに。でも今思い返せば、そこが殺人を食い止める最後のチャンスだったんだ。犯人は僕が教室を飛び出した後、隠し持っていた砲丸をリュックから取り出して、それを教室の通気口へと投げ入れた。この瞬間、犯人の殺人ギミックが動き出してしまったんだ。防犯ブザーが鳴った時、図書室では天海くんが動く本棚を動かしていた。この時、犯人が図書室に残した仕掛けも同時に動き出していたんだ。まず防犯ブザーと連動した改造カメラがフラッシュを焚きながら天海くんの姿を映した。当然天海くんは隠されたカメラの存在に気がつき、そのカメラを調べようと本棚に近づいてしまった。そう、犯人はカメラのフラッシュによって天海くんを凶器の通り道の先に誘導したんだ。一方で犯人の手を離れた砲丸は教室の通気口から通気ダクトの中を転がり、図書室の通気口から出てきて、今度は本棚の上を転がって移動していった。通気口の蓋も本棚の上に整理された本も、全てこの凶器の通り道を作り上げるためだった。普段なら砲丸が転がる音に気づいたかもしれないけど、この時は特殊な状況が犯人の味方をしたんだ。殺し合い促進ビデオだよ。あのビデオの音で砲丸が転がる音はかき消されたんだ。そして砲丸は凶器の通り道の先にいた天海くんの頭上へと落ち、彼の命を奪った。防犯ブザーを聞いて駆けつけた僕らが図書室に入った時、すでに殺人は終わっていたんだ。天海くんの死体を確認した時、犯人はこう考えていたはずだよ。首謀者は死んだ。これで殺し合いは終わる。これでみんな帰れるって。でも犯人の願いが叶うことはなかった。天海くんは首謀者なんかじゃなかったんだ。僕らみんなを救うために行われた殺人。それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ。
超高校級のピアニスト赤松楓さん。